静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は人文社会科学部教授の荻野達史先生をご紹介します。荻野先生の研究分野は社会科学、社会学で、現在の研究テーマは青年期問題、引きこもり問題、青年期移行問題、および産業精神保健です。こんにちは。静岡大学人文社会科学部の荻野です。よろしくお願いします。まず自己紹介ですが、私の専門分野は社会学になります。社会学の中では、社会運動の社会学、教育問題の社会学、それからメンタルヘルスの社会学というのが、私の、これまで研究してきた3つの領域と言っていいと思います。今日お話しするのは、引きこもりを経験した青年たちへの支援を研究対象としたお話をしたいんですが、この、引きこもりに対する支援というのは今申し上げました3つの領域のちょうど交わる部分だというふうに考えていただいていいと思います。引きこもり問題というのは社会学の中で言いますと青年期移行問題の一部というふうに位置づけることが可能だと思います。移行問題というのは学校というものが近代以降できてそこに多くの若者が所属する。その後ですね、職業社会に移っていくということなんですが、この学校から職業社会に移行するということはそれ自体実はそれほど簡単なことではないということがあります。で、日本社会では、戦後のですね、一時期非常に経済が調子が良かったこともありまして、職業社会からですね多くの求人が出されていました。このためにあまり日本社会では学校から職業社会に移るということに実は潜在的には含まれているいろいろな困難があまり目についてこなかったというところがあります。ですが1990年代の後半以降になりますと他のですね、例えばヨーロッパ諸国が例えば80年代以降ずっと苦しんできたですね問題を日本社会もまた同じように苦しむようになってきたというのがあります。で、多くのですね青年期移行問題についての研究というのは基本的にはですね学校を出た後、正社員ですね正規雇用になれない若者が増えてきたということで、まず、問題になりました。ですからそうしますと職業社会における雇用の問題、例えば非正規雇用の問題ですとかその中に入りますが、派遣労働の問題等も、一つ大事なテーマになります。それから、先ほどお話ししましたように学校から職業社会に移るということを考えたときに、では学校教育はどうあればいいのかということがまた一つ問題になります。それから学校を一旦出たけれどもすぐに例えば正規雇用になれなかった若者に対してでは地域社会の中でどのような職業訓練があればいいのか、サポートがあればいいのかということもですね多く問題にされてきました。で、引きこもりもその問題の一つに入るのですが多少ですね違うところもあったと思います。それは学校の時点でですねすでにドロップアウトしてしまった、あるいは職業社会に一度入ったんですが辞めてしまった。で、さらにその後ですねいろいろな事情はありますが家からですね基本的には家からあまり出られなくなってよく6ヶ月以上などと言いますが1年2年というのは短い方ですね。長い方になると10年以上お家にですねからあまり出られなくなってきたというですね方なんかも多く私も出会ってきました。で、こうしたですね経験がある青年たちに対しての支援というのはあってまたお話ししますがいわゆる職業訓練だけではですねどうにもならないところがございまして多少引きこもりを対象にするということでは青年期移行問題の一つではあるんですけれども他の議論とは多少違うところに注目した研究になったと思います。
さてそれで私の研究方法について一つお話ししておきたいと思います。私は引きこもり経験、をしたですね、若者たちへの支援活動を対象にということではあるんですが、とりわけ、その中で民間支援活動というものを対象にしてきました。民間支援活動ということをわざと言うのはですね、あえて言いますのは、いわゆる医療専門家ですとか、心理カウンセラーによる、治療とかですね、ケアとは、少し異なります。あまりですね、例えばそういう医療資格ですとか、福祉の資格等を例えば持たない方でもですね、若い人たちを助けたいという、一念で、いろいろな支援活動をですね、展開してきた方というのは、日本各地にいらっしゃいます。で、私もそうしたですね、方にお相手していただいて、調査研究を進めてきました。で、民間支援活動の中には、スライドに書いてありますように、いわゆる居場所を、運営する、それからご家族を支援する、あるいは家から出られないですね、方のためにですね、ご家族も含めてということになりますが、訪問して支援をするというのもあります。さらにですね、共同生活をするということはなかなか意義深いものがありまして、共同生活、寮をですね運営するということもあります。で、さらに、就学就労支援というものもですね、民間支援活動の、大事な部分となっています。それで私はですね、社会学あるいは文化人類学ではよく使う言葉だと思いますが、フィールドワークという方法を取ってきました。で、フィールドワークの、中身はですね、参与観察というふうには書きましたが、とても分かりやすく言うとですね、私の場合は、寮に寝泊まりしながらですね、そこの支援機関を利用している、青年たちと一緒にですね、居場所に行って、時間を過ごしたりですとか、あるいは、運動をしたり、あるいは就労、体験ですとか就労活動にですね一緒に加わったりというようなことをですね、繰り返してきました。その上でですね、さらにインタビューということも多くしてきました。それは支援スタッフに対するものもありますが、利用ですね、その期間を利用している青年たち、あるいはそのご家族、さらにはですね、そうした支援に関わる行政の職員の方、あるいは例えば就労体験をするときには就労の場を提供してくれる人が必要になります。で、そういう場を提供してくれる方々ですね、にも、インタビューを繰り返してきました。で、その他にですね、文書資料の収集というふうに書きましたけれども、支援機関のですね開放ですとか、あるいは、本人とか、親御さんが書いた作文等をですね、許可を得て、見せていただいてですね、その方たちが考えてきたことというものをですね、知る手がかりとしてきました。で、こうした具合にですね、フィールドワークというのは集められる資料をですね、とにかく丹念に集められるだけ集めるというのがですね、基本的に、基本的な方法になります。で、その上でですね、そうした見てきたこと、聞いてきたことということを記録していくのですが、さらにそれを、他の人がですね、読めるように、書いていく、まとめていく。さらに、起きたことはエピソードということになるんですが、そこから何を読み取れるかということをですね解釈していくっていうことが私の基本的な方法ということになります。それは最終的に、エスノグラフィーを書くということになります。こちらはですね、写真を何枚か用意しましたが、まずですね、先ほど居場所フリースペースと書いた、と思いますけれども、その居場所のある日の風景です。で、この写真を特に選んだのはですね、ちょっと逆光で見にくいんですが、スタッフの方もいるんですけれども、多くは利用者の方がですね、楽器を弾いたりテーブルに座って何かを読んでいたりというですね、非常に静かな、風景です。で、支援ということで言いますと、あるいは、社会復帰支援っていうことで言いますと、この風景はですね、実は多くの方にこんなことをして何の意味があるのかと長らく言われてきました。で、こうしたですね、一体こんなことをして何の意味があるんだろう、これが支援としてどんな意味があるんだろうというようなことがですね、例えば、問題になるわけです。
他にですね、これは、支援機関の近くを流れている河原でですね、サッカーをしている風景です。私もよくサッカーしました。あとはですね、これはちょっとしたイベントですけど、お花見の風景ですね。これはまあ皆さんで乾杯とやっているところです。これはですね、季節労働ではありませんが、リンゴの収穫時期にですね、就労体験の一環としてですね、収穫作業をしている風景になります。さて、こうした今、ご覧いただいた、写真にですね現れていますが、こういったところに私も、要はくっついていってですね、一緒に作業をしながら、彼らがどんな、行動をしたり、あるいはどんな話をしたり、あるいは私があえてそれを聞いてみたりというようなことをですね、繰り返す中で、ある程度分かってきたことっていうのはあります。でそれは社会復帰に必要なことっていうのは何なのかということの問いかけに対する答えでもあります。で、初めに鍛え直すことというふうに書きましたが、引きこもりというのは、およそ今から15年ほど前からですね問題になりました。で特に初期の頃はですね引きこもりというのは要するに、甘えてるんではないかというふうによく言われた時期があります。ですが、これは初めだけではなくて未だに続いているんですが、そうして甘えているんではないかというですね考え方、を反映して、とにかくですね鍛え直すことが必要なのだという意見も、あります。でそれは例えば、勤労意欲を高めることですね。要するに働く気がないのではないかっていうですね、働かなきゃいけないということが分かっていないのではないかという、声も聞きます。ですから勤労意欲を高め、早く職業訓練をですね、するということが、大事なんではないか。あるいは、年齢的に可能であればですね早く、勉強をさせてですね成績を上げて、どこかの学校に入るということがですね必要なのではないか。できるだけ早く就学支援をですねすることが大事だという意見もあります。で私がですね、見てきたですね結果から言いますと、こうした就労支援ですとか就学支援もとても大事です。これも、ある段階から確実に必要になります。でしかしですねまず必要になることというのはですね、もっと、ある意味では分かりにくいことでした。でまずですね、ありますのは人の中に安心していられるようになることと書きました。人がですね人の間にいられるということは、平気な人にとっては全く平気なことです。でしかしですねそれがですねある時何らかの事情でできなくなってしまった方にとっては、人の間にいて、あるいは人と近くにいてですね、安心して何か物事に取り組めるというのはこれ自体が、とても大変なことです。ですからまず安心して人の中にいられるようになることというのはすごく、大事な、ステップになります。それからですね、多くの、若者に、インタビューしてきて、感じるのはですね、とにかく、引きこもるということ自体もそうなんですが、引きこもって以降ですね、何よりも自分は何もできない人間ではないか、何もできない人間だっていう自己否定感がものすごく強まります。ですがこのですね自分が何もできない人間だと思ったままではですね何かに取り組むっていうことはほぼ不可能なんですね。ですから特にそんなにですね自分はこう何かいろんなことができるとか、自分もなんかですね、有能であるとかそういうすごい強い自己肯定感っていうことはですねそんなに必要ないと思うんですが、まず自分はそれほどダメな人間ではないんじゃないかというですねその程度のものでもいいと思うんですが、そういう自分に対するですねある種中立的な、感覚というものをですね、抱くこともすごく大事です。それからですね決定的に大事だなと思うのは、そうした自己肯定感とかなり近い部分があるんですけれども、最終的には生きていきたいなと、いろいろあるしいろいろあったし、なかなかうまくいかないことはこれからあるだろうけど基本的には生きていきたいというですねこの思いというものを獲得してもらうことがすごく、大事になります。でその条件として例えば何かを楽しむですとか楽しめるというですねそういう一つあえて言うと心の余裕のようなものがですね、とても大事になります。
でそうしたものがですねある程度獲得されてくると、それまでですね、いきなりとてもできないようなことをやらなきゃいけないと思ってきて、例えばいきなり働くとかですね。でそれに挑戦しようと思って、途中でですね、とてもできないという不安に駆られて結局撤退してしまうというようなことが繰り返されるんですけれども、そうしたですね自分にできないことからいきなりやろうという考えからですね、今自分に何ができるんだろうなということをですね落ち着いて考えられるようになってきます。でそうした、自分のできることをですね、受け入れてそれを、実行に移していくということがですね徐々にできるようになってくるという、そういう流れがあると思います。で今のお話を少しすごく、簡単な、図にまとめました。で、これだと少しですねいろいろな、ステップが抜けている部分もあるかと思いますが、ひとまず図にするとですねこんなことが言えると思います。一番下にですね、人と一緒にいることで、安心できる。人といても安心ということもあるんですが、人といるから安心という感覚にさらにですね転化していくとですね非常にいい感じになってきます。でそれから少しですね親しくなってきた、仲間っていうふうによく言いますけど、親しくなってきた、者たちのですね間でお互いにこう軽くでいいんです、認め合う関係ができていきますと、それが承認というふうに言いますが、承認されることを通して、自分に対する肯定感ということを獲得していくということがあります。それからですね人は何かに関心を持つという時に一人でいて何かに関心を持つって難しいんですね。実は、この人何か楽しんでいるなと。で、この人何楽しんでんだろうというですね、そういう関心を人に向けることを通して、徐々にですね、その人が相手が関心を持っているものに対して自分も関心を向けていくという過程がよく見られます。でこうしたことを通して何かをですね面白いと思うとか楽しんでいくというですね、ことがですね、改めてその人の中でですね、湧き起こってくるといいますか獲得されてくるというところがあります。でこうしたですね、感覚が揃ってくるとですね、生きていきたいという思いがですね、徐々に出てきて、こうしたですね基本的には自分は生きていきたいんだなと思いが、出てくるとですね落ち着いて今自分が何ができるだろうと、できることからやっていこうというですね、そうした思いにですね至ることができてくるというのがですね、私がインタビューをしたり、あるいは、一緒に活動してくる中でですね見えてきたことということになります。で、改めてですね私がこうした引きこもりというものを対象にして、研究してきた、結果としてですね私自身が学んだことというのは何だったのかなというふうに、思いますと、ここに書いてありますようにですねフィールドワークという、ある意味ではすごく地味な作業を積み重ねて、とにかく書くということがですねすごく大事だなということを改めて思いました。でそれはどういうことかと言いますと、先ほど写真で見ていただいたように、ただみんな静かに座っているというようなですねこういう居場所って、知らない方から見れば、なかなかですねなんでそんなことが必要なのかというふうにですね、疑問に思われてしまうことがあります。でしかし、その中で、なかなか見えにくいけれど、実はその中でですね静かに進行していること起きていることっていうのはどういうことなのかということをですね、インタビューの中で語られたことですとか、あるいはいろいろなエピソードをですね、挙げることを通して、私が書いていく、それを、世の中に伝えていくということ自体がですねとても社会的に、大事なことなんだなということをですね、実感するようになりました。でこちらのスライドの中に2つほど、書いたものを、挙げさせていただきましたが、こうしたことを通してですね、研究であると同時に、社会的に、一社会学者として何ができるかということを考えてきたというのがあります。それからですね、もう一つですね今後の研究の問題とも関わりますが、引きこもりを通して、私が関心を持ったのは、
分かりにくい生きづらさって言ったらいいかなと思うんですけれども、往々にして引きこもってる人も自分がなぜ引きこもったのかということをですね説明するのはすごく難しいことが多いです。で、他のですね親御さんとか周りにいる人たちもですね、すごく分かりにくいんですね。なんで動かないんだろうと。ですが、我々のですね生きている社会というのはですねなかなか困難な時代を生きていまして、こういうことって結構あるんじゃないかなと思います。で往々にしてそれはメンタルヘルスに関わる問題なんですけれど、こうした傍から見て、いるとですね分かりにくい生きづらさというものに対して、この社会はどういうふうに向き合っていけるのかなっていうのがですね私としてはとても気にかかる問題になりました。それでですね、その中には例えば、精神医療の、ですとかそういう専門家の、関わり方というのもあります。でこれはこれでですね一ついろいろな問題がありまして、私は社会学者ですが、その医療の問題を逆に社会学として、観察し記述しそこにある問題点というのを語るというですねそういうこともあります。これはいわゆる医療社会学と言われる領域にも入るお話です。でそうしたですね、医療等も、見ながら、最終的にはですねいろいろ挫折ですとか、あるいは自分がですね、思っていたのとは違う人生になった時に人はどういうふうに生き直せるのかで、あるいはこの社会はそこに対してですねどういうサポートをしていけるのかということに、今現在は関心を持っています。でその延長でですね今はですね職場のメンタルヘルスあるいは産業精神保険と言われるですね、例えば企業でですね、何らかの精神的な不調で、一度ですね、休職してしまった人が例えばどうやって、仕事に戻っていくのかというようなことを扱う産業精神保険の、問題にもですね、関心を広げて、フィールドワークを少しずつ始めているところです。私の研究に関してはですね大体、こんなところでですねお話を終わりにしたいと思います。休日の過ごし方とか趣味についてということですが、そうですね一番時間が取れれば、釣りに行くというのは私の趣味です。で今現在も結構海の近くに住んでまして、季節によって、イワシがやってきたりとか、場合によってはタコが釣れたりとかいうようなことがありまして、そういうことも、楽しんでいます。でただなかなか時間も取れないこともありまして、一番趣味として、多いのは、あり手ですが平凡ですが読書という形に、ことになると思います。ですがなんか読書というのも半分仕事みたいになって、しまいまして、例えば、ルポルタージュというのをですねジャーナリストの、方ルポライターですね、本職の記者さんが、調べて書いたようなものを、多く読むというのはあります。ただその他に小説も好きでして、ミステリーも読みますが、いわゆる、ミステリー等ではなくいわゆる普通の小説というのをですね、読むということも、多いです。こうしたですね、特にいろんなものを読むということの延長でですね学生の方あるいは高校生の方にメッセージということになりますと、一応私社会学ですので、社会学ということでは、そうですね、現在進行形のいろんな出来事とか問題に関してですね、多く関心のある方はですね、ぜひ、社会学に、向いていらっしゃるので、来ていただきたいなというのがあります。でそれからですね、社会学に限らないのかもしれませんが、いろいろなものをですね読んでいただくといいなと思うんですね。って言いますのは文系の、研究というものがですね
かなりですね、その方がどういうものをいろいろ読んできたか、そうした読書経験と結構結びついているところがあります。で、とりわけですね、質的研究と言われます、私のようなそのフィールドワークをして、それを記録して書いていくといったような時にですね、いろいろどういうふうに書くと人は読んでくれるのかとか伝わるのかとかですね、そういうことっていうのはおそらくいろんな読書経験を通じて、自分なりになんとなく獲得されてきたものっていうのは結構あるんじゃないかなと思うんですね。でもちろん専門教育の中で、そうした記録の書き方、論文の書き方ということを教育していくということはもちろんあるわけですが、その人のベースにあるものとしてですね、いろんなものを読んでいただいて、社会学なら社会学に取り組んでいただくと良いかなと思います。